放された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂へ。第34話、小さな事件。雷鳴丘の剣の試し切り。町の喧騒を背にユーマとリーナは歩き出していた。遠くに広がる丘陵地帯には厚い雲がかかり、時折悪意雷鳴が腹の底を震わせる。まるで空そのものが二人の挑戦を待ち構えているかのようだった。町を離れて半徳ほど歩いた頃だった。石畳の道はいつしか土の象形へと変わり、両脇では背の高い草が風に揺れている。湿った空気の中、遠雷が響き渡り、旅路に不穏な気配を漂わせた。ユーマは背中の荷を直し、腰に履いた新しい鉄剣の重みを意識する。先日鍛冶屋から購入した雷鳴丘の鋼で鍛えられた太振り。手にした瞬間から感じる重みと圧力はこれまでの剣とはまるで違っていた。ただの鉄剣ではない。だがまだ実戦で試したことはない。にゃー。先を歩いていたリーナが耳をぷくりと動かした。視線を向けると道の先に傾いた荷車が止まっている。車輪が壊れ、荷台から木箱や袋が無残に散乱していた。ユーマが足を止めると、荷車のそばで年老いた行商人が座り込み、必死に荷をかき集めていた。どうしたんですか？声をかけると、男はびくりと肩を震わせ、恐怖の色を浮かべた。さあ、助けてくれと遅くどもに襲われて、その言葉と同時に、林の陰から数人の影が姿を現す。汚れた鎧に、刃こぼれした剣や棍棒、4人の男たちが、にやつきながら2人を取り囲んだ。おいおい、また獲物が増えたぞ、坊主。いい剣ぶら下げてんじゃねえか。それ、置いてけよ。おお、こっちはかいこちゃんだ。ユーマは視線を落とし、腰の鉄剣に手を添える。これ以上にない実戦の機会だった。いいな、俺がやる。援護してくれ。わかったにゃ。イーナは短剣を吹からせ、低くなった。盗賊たちの足音が土を蹴り、殺気が一気に膨れ上がった。最初の盗賊が棍棒を振り上げて突進してくる。ユーマは剣を抜く放ち、半歩踏み込んだ。重い。だが、振り抜いた瞬間の切れ味は鋭かった。棍棒が真っ二つに裂け、盗賊が悲鳴を上げて倒れ込む。驚愕する彼らをよそに、ユーマは剣を構え直す。腕に伝わる衝撃は強いが、刃こぼれ太つない。鍛冶屋の言葉に偽りはなかった。二人目が切りかかってくる。ユーマは横なぎに振り抜く。金属がぶつかる音は一瞬。相手の剣は吹かれ、盗賊は吹き飛んだ。鉄剣は余裕すら感じさせるほど強靭だった。そして背後から回り込んだ3人目をイーナが跳ねるように切り払う。しなやかな身体がこう描き、盗賊の腕に赤い線を刻んだ。なんだこいつら。最後の盗賊は恐怖に顔を歪め、浮きを落として膝をついた。待ってくれ。もうやめだ。命だけは勘弁してくれ。ユーマは剣先を下げたまま、静かに問う。お前たち、こんなところで何を狙ってた？盗賊は歯を鳴らしながら吐く捨てる。雷鳴丘だ。あそこに落ちる雷の鉱石が高く売れるって噂で、俺たちはそれを。ユーマは無言で剣を収めた。盗賊たちは雲の子を散らすように林へ逃げ去っていく。助かった。行商人は何度も頭を下げる。命の恩人だ。あんたたちが来なければ、足はどうなってたか。イーナは頬を膨らませ、ユーマを見上げた。ねえユーマ、あの剣やっぱりすごかったにゃ。棍棒がスパって真っ二つにゃ。ああ、雷鳴丘の鉱石。こいつは、ただの素材じゃないな。俺たちが探している答えに近づけるかもしれない。行商人は息を整えながら、荷車に寄りかかり、震える手で額の汗を拭った。ありがとう。あのままじゃ荷物もろともやられてた。ユーマは剣を腰に収めるとうなずく。こんな場
襲撃とは運が悪かったな。行商神は安堵の笑みを浮かべ、懐から小袋を取り出した。せめてもの礼だ。金じゃないが乾いた保存食と薬草だ。旅の助けになるだろう。イーナは目を丸くして袋を受け取り、尻尾をふわりと揺らす。こんなにいい。助かるにゃ。いや、こっちが礼を言うべくさ。君たちがいなけりゃ全部失ってたんだからな。行商神は小さく笑い、周囲を見回してから声を細めた。この辺りは野党以外にも妙な動きがある。魔物がすさぶっていてな。街道沿いでも群れで現れることが増えてるんだ。気をつけてくれ。もしかすると雷鳴岡の影響で何か起きてるのかもしれない。ユーマの眉がわずかに動いた。魔力を異常に溜め込む雷の土地、その歪んだ力が魔物を吹き寄せているのか。イーナも小声でささやく。すべてあの丘につながってる気がするにゃ。ああ、警戒が必要だな。行商神は荷車を整えながら苦笑を浮かべた。気をつけてな。あんたたちの腕なら大丈夫だろうが、無茶だけはするなよ。ユーマとリーナは軽く会釈し、再び街道を歩き出した。冷たい風が頬をなで、草の香りを運んでいく。だが胸の奥で小さなざわめきが消えなかった。空は鈍く光、遠くの雲がまた低くなる。その時、草むらの奥からかすかな気配が動いた。雷鳴丘へと続く道は濃い森を縫うように伸びていた。昼間だというのに空は暗く、厚い雲が空を覆っている。稲光が木々の間を走るたび、不気味な影が浮かび上がっては消えた。森の奥から低くうなるような声が重なり合い、風に運ばれ届いてくる。聞こえた。イーナが足を止め、耳をぷくりと動かした。ユーマは無言でうなずき、腰の鉄拳を抜く。歯に触れた瞬間、指先にかすかな電流のような刺激が走った。雷鳴丘の鋼、やはりただの剣ではない。来るぞ。言葉と同時に森の奥が閃光に包まれた。雷をまつわった獣が血を裂くような勢いで飛び出す。千里の毛が逆立ち、口から自然を吹き出す雷狼だ。しかも一体ではない。二体、三体、やがて五体の群れが姿を現し、道を過ぎた。群れで、普段は群れて動くような獣じゃないのに、イーナの声に緊張が走る。雷鳴丘の影響か。雷狼たちは明らかに凶暴化していた。鳩見は血走り、雷が体をかけるたび、焦げた匂いが漂う。後ろを固めろ。前は俺がやる。ユーマは一歩踏み出し、剣を構える。一体が飛びかかってきた。後方に雷光が集まり、閃光が放たれる直前、ユーマの剣がうなりを上げた。雷を裂くように一閃、羽獣の体を弾く返し、鉄剣の表面に青白い火花が散った。今の感覚、ユーマは息を飲む。普通の鉄なら砕けるはずの衝撃だが、この剣は雷を受け止め、逆に力を跳ね返すように応じていた。群れの残りが一斉に襲いかかる。ブルニャ、ユーマ、イーナは素早く矢を構え、鋭い射撃で先行の雷狼を牽制する。高音が耳を裂き、矢尻が雷狼の体を貫いて稲光を散らした。ユーマは飛び込み、一体の雷狼を切り払う。歯が肉を裂く瞬間、雷が剣に吸い寄せられたかのように走り、衝撃が両腕に伝わった。グッだが悪くない。これはただの自然現象じゃない。雷そのものを糧にしている。そんな錯覚すら覚えた。しかし数は多い。一体を倒しても背後から牙が迫る。ユーマ、右。イーナの声に反応し、ユーマは剣を背後に投いだ。雷と雷がぶつかり合い、衝撃波が森を白く染める。その血煙の中、ユーマは確信した。もしこの武具を進化に取り込めるのなら、守
スマだ